FX でエントリーの迷いを克服。自信がつくトレード術。エントリーをするときって迷いながらしていませんか？私も昔は常に迷いながら、どうかな？うまくいくかな？なんてエントリーをしていました。そして迷いながらエントリーして結局損切りになってしまうと、やっぱりトレードすべきじゃなかったかって思ってしまい、余計エントリーの躊躇が起きたり、最悪損切り後に切れてリベンジトレードをしたりしてしまいます。そこで今回は、可能な限り迷わずにエントリーをする方法について、私の考えをお伝えしていきます。可能な限りエントリーを迷わずにするには、可能な限りエントリーを迷わずにするには、エントリーの根拠を複数揃えるというのが一番です。FX でうまく結果が出ていない人のトレードを見ると、実はエントリーの根拠は単発であることが多いです。もし、あなたがエントリーした後にすぐ逆行することが多い場合、エントリー時の根拠はどうですか？単発もしくは2つぐらいの根拠でエントリーしていませんか？例えば、先日私はこのチャートの黄色丸で売りエントリーをして水色丸で利食いをしました。そこで、この時のエントリー根拠を順番に解説していきます。まず、この画像は15分足ですが、これを1時間足で見ると次のようになっていました。綺麗な下落トレンドになっていますよね。これが1個目のエントリー根拠になります。そして次に、この1時間足でレジスタンスとなりそうな場所を探すと、次のように水平線を引くことができました。直近の高値で反転してきたので、そこが相場参加者に意識されている証拠です。これが2つ目のエントリー根拠になります。ちなみに、このチャート画像を見ると、水平線にタッチした時にエントリーすればいいように見えますが、ここではまだエントリーはしません。なぜなら、直近の流れを見ると、高値と安値を切り上げているので、短期上昇トレンドになっているからです。そのため、水平線を上に抜けて上昇する可能性がありました。この動きが予想できたので、一旦エントリーを見送って、しばらく様子を見ることにしました。そして、その後の動きを見ていると、15分足で押し安値を下抜けてきました。これによって、短期の上昇トレンドが終わって下落トレンドに入り出したので、1時間足、下落トレンド、15分足、下落トレンドに入った、といった感じになり、長期と短期の流れが同じ方向になりました。そうなると、下落する可能性が高まったので、これがエントリー根拠3つ目です。次に、押し安値を抜けた後に、その場所までレートが戻ってきました。こうなったら、最後に1分足を見てエントリータイミングを測ります。1分足を見ると、次のようになっていました。ここですぐに入るのではなく、ちゃんと反転を確認してからエントリーをします。今回だと、ローソク足を少し進めると、次のような形になりました。小さくダブルトップができていますよね。しかも、高値を切り下げているので、上昇の力が弱い証拠です。つまり、このチャートパターンもエントリーの根拠となります。よって、4つの根拠をまとめると、1時間足で下落トレンド、レジスタンスとなる場所があった。15分足で押し安値を下へ抜けた。15分足の押し安値でミニダブルトップ。といった感じになります。これだけ根拠があれば、下がる可能性がかなり高いので、迷わずエントリーをすることができます。ちなみに、損切り位置ですが、今回の場合は、直近の高値を上に抜けた場所です。利食いに関しては、直近の安値でもいいし、伸ばしてもいいです。今回は、1時間足で下落トレンドだったので、利食いを少し伸ばして、15分足で伸びきったところで利食いをしました。このような感じで、エントリーをする際は、複数の根拠が揃った状態でトレードをしていくと、精度が上がります。トレードの精度が上がれば、それが自信になって、迷わずエントリーできることへつながっていきます。エントリー根拠は、環境認識を重視。エントリー根拠は複数あった方がいい。こう聞くと、エントリーポイントに対して、いくつも根拠があった方がいいように聞こえますが、環境認識の部分も含めてのエントリー根拠です。もちろん、エントリーポイントに対しても複数の根拠があるに越したことはないのですが、どちらかというと、まずは環境認識の部分を重視した方がいいです。いくらエントリーポイントで複数の根拠が揃ったとしても、
全体の流れと逆にエントリーをしたら負けやすくなります。例えば、これは15分足チャートなのですが、大きく見るとダブルトップができていて、そのネック付近で反転し始めていますよね。しかも、ダブルトップは高値も切り下げているので、下落する可能性が高いダブルトップです。さらに、直近の下落の流れに対して、半値戻しをしています。フィボナッチで言うと、50% 戻しです。また、ここに移動平均線を加えると、そこでも反応しています。つまり、エントリーの根拠としては、ダブルトップネック、フィボナッチ、移動平均線といった3つの根拠が揃っているので、売ることができます。しかし、この後の動きを見ると、次のようになりました。大きく逆行されていますよね。この理由は、1時間足を見るとわかります。思いっきり上昇トレンドで、押し目買いが入って上昇していく過程で、売りを狙っていたのです。このように、いくらエントリーの根拠が複数揃っていても、環境認識をおろそかにすると、負ける確率が高くなります。よって、エントリー根拠の中では、環境認識の部分を特に重要視しましょう。例えば、今回の場面なら、1時間足が上昇トレンドなので、買いを狙っていく場面ですよね。この時に、1時間足のサポートラインで買っていくのも一つの手です。ただ、直近の流れを見ると、下落トレンドになっています。これだと、サポートラインで買ったとしても、直近の売りの流れに飲み込まれて、負ける可能性もそれなりにあります。こういう場合は、短期足の流れが長期足と同じ方向になってからの方が、相場参加者の目線が一致するので、より上昇しやすい環境が揃います。例えば、15分足で見ると、戻り高値を上に抜けた場所がそれに当たります。戻り高値を上に抜けることで、15分足でもトレンド転換をしたので、長期足と短期足の流れが上に揃いました。よって、長期足を見ている相場参加者と短期足を見ている相場参加者の目線が買い方向に一致するので、上昇しやすくなります。こうなれば、エントリーポイントが多少悪くても、損切りの位置を間違わなければ、勝つことはできます。だから、エントリー根拠としては、環境認識の部分を特に重要視しましょう。ここをちゃんとやった上で、エントリーポイントの根拠も合わせていけば、精度がより上がるので、迷わずにトレードができるようになります。ちなみに、これに関しては、マルチタイムフレーム分析のやり方が特に役立ちます。この方法については、この動画で解説をしているので、よければ参考にしてみてください。概要欄に動画のリンクを貼っておきますので、エントリーポイントで迷う場合、エントリーを迷わずにするには、環境認識を含めたエントリー根拠を複数揃えるのが効果的です。しかし、中には、エントリーポイントに迷ってしまい、うまくトレードができない、という人もいます。こういう場合は、エントリーポイントに対して、テクニカル指標を加えて、複数の根拠を揃えるのが効果的です。例えば、このチャート画像の黄色丸で買いエントリーをするとしましょう。ここで買う場合、このポイントに水平線が引けます。この水平線だけの根拠でもエントリーはできるのですが、これだけで不安なら、フィボナッチと移動平均線も加えるのです。もし、水平線の場所にフィボナッチと移動平均線が重なっていれば、水平線でトレードをする人たち、フィボナッチでトレードをする人たち、移動平均線でトレードをする人たち、これらの人たちのエントリー根拠が合わさるので、反転上昇する確率が水平線だけの時よりもかなり上がります。エントリーポイントが不安で迷っているような場合は、こんな感じでテクニカル指標を組み合わせて、エントリーの根拠を複数揃えるのがいいでしょう。エントリー根拠はいくつあればいい？エントリーに迷わなくするには、エントリー根拠を複数揃えるのが効果的ですが、エントリー根拠はいくつあればいいの？なんて思うかもしれません。これに関しては、特に決まりはありません。あればあるだけいいと思います。私の経験上、3つから4つぐらいあれば、トレードの精度が高くなるので、そのくらいあればいいと思います。例えば、先ほど紹介した私が行ったトレードがありますよね。このトレードの場合、テクニカル指標を使わない状態で、1時間足で下落トレンド、レジスタンスとなる場所があった。15分足で押し安値を抜けた。15分足の押し安値でミニダブル取った
といった4つのエントリー根拠があります。もし、テクニカル指標を使わないで3つから4つのエントリー根拠が見つからないなら、テクニカル指標を使って根拠が揃ったらトレードをすれば OK です。例えば、このチャートは1時間足なのですが、黄色丸で買いを考えているとします。この時に、水平線とフィボナッチ、移動平均線を使うと、この3つがぶつかる場所であることがわかります。この時点ですでに、1時間足上昇トレンド、水平線、フィボナッチ、移動平均線といった4つの根拠が揃っているので、短期足でトレンド転換を待たなくてもエントリーができます。こんな感じで、まずはエントリー根拠を3つから4つほど揃えていけば、大きく負けるようなことはないです。さらにここから、短期足のトレンド転換やチャートパターンも重なっていけば、勝率はどんどん上がっていきます。エントリー根拠は無理に多く探さないこと。迷わずにエントリーをするには、エントリー根拠は複数揃うのがいいのですが、無理に5個も6個も探す必要はありません。エントリー根拠を多く探そうとしすぎると、今度はエントリーチャンスが減ってしまい、トレード自体できなくなることがあるからです。例えば、根拠数を5個以上でエントリーなんて決めつけてしまうと、根拠が3つあればエントリーできて、勝てていたトレードを逃すことになります。また、移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI、ストキャスティクスといったテクニカル指標やオシレーターなどをいくつも表示させて、無理やり根拠数を増やすのもやめましょう。なぜなら、このようなものを多く使ってフィルターをかけすぎてしまうと、過剰最適化が起こって、トレード回数が激減するからです。しかも、それでいて、必ず勝てるとは限りません。だから、私個人の意見としては、複数の根拠を見つけると言っても、まずは3つ以上あれば大丈夫です。その時に、チャートパターンなど、他の根拠も揃いそうであれば、それを待ってエントリーしていくのがいいです。テクニカル指標などを使うにしても、1つか2つで十分です。エントリー根拠が複数ある時のさらなるメリット。エントリー根拠が複数あると、迷わずにエントリーできるし、トレード精度も上がります。そして、この根拠が複数ある時のさらなるメリットとして、損切りの苦痛を減らせるというメリットもあると思っています。例えば、自分の損切りトレードを見返すと、ここがこうなってから入るべきだったな、なんて思って、ちょっと後悔したりしません？でも、自分は考えられるだけの根拠を複数揃えてエントリーすると、これだけ根拠が揃ってダメなら仕方ないよな、と思えるようになります。これによって、損切りになっても諦めがついて変なリベンジトレードなどが起きにくくなります。だから、複数のエントリー根拠を持つのって、実はすごく大事だったりします。もちろん、損切りになればイラッとはするんですけどね。トレード記録を見返すのも効果が高い。トレード記録を見返すのもエントリーの迷いを減らすには地味ですが効果は高いです。なぜならトレード記録を見返すことで負けやすいパターン、勝ちやすいパターンというのが見えてくるからです。これらのパターンを把握することでトレードすべきポイントがわかるのでエントリー時の迷いが大きく減ります。さらにトレード記録を見返すときにエントリーの根拠数も確認すると根拠数が少ないときは負けやすい、根拠数が多いときは勝ちやすいといったことも見えてくるので、トレード記録の見返しはエントリーの迷いを減らすのに大きく役立ちます。もしトレード記録の取り方について詳しく知りたい場合は、こちらの動画を見てみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。トレード方法を絞るのもあり、トレード方法が複数ある場合もエントリーに迷いが出ることが多いです。例えばトレードをするときってトレンドに沿ってトレードをする、逆張りでトレードをする、レンジでトレードをするといったようにいくつかトレード方法がありますよね。これらすべての相場でトレードをしようとすると各トレードでトレードの仕方が変わるので、それらがごちゃ混ぜになって迷いが出やすくなります。だからまずはトレード結果が安定するまで一つの相場に絞ってトレードをしていくのがおすすめです。もし現在トレード方法が複数あってエントリーに迷っているなら、まずはトレンド相場だけなどに絞ってトレードをしていった方がいいです。FX は広く浅くよりも狭く深くやっていった方が早く結果につながりやすいし、
一つの相場でトレードをするだけでも十分稼ぐことはできます。いろんな相場で利益を取れるようなトレーダーになりたいのはわかりますが、それを目指すのは一つの相場で勝てるようになってからで十分です。まずは一つに集中して、スペシャリストを目指していきましょう。迷ったらエントリーをしないことも大事。エントリーにどうしても迷う場合は、エントリーをしないのが一番です。仮にエントリーを見送って、利益を取り逃したとしても、そのポイントを記録しておけば、次に活かすことができます。逆に、迷っているのに強引にエントリーをして損切りになると、やっぱりエントリーしなきゃよかった、なんて後悔の気持ちが強くなるし、損を取り返したい気持ちも湧いてきます。そこで損を取り返すために、また強引にエントリーして負けてしまったら、さらに怒りが強くなって、リベンジトレードやポジポジ病が起きます。これによって、大事な資金が全て吹き飛ぶ可能性も普通にあるので、迷ったらエントリーを見送りましょう。そして、見送った場所を記録しておいて、データが溜まってきたら見返すのです。溜まったデータを見返した時に、トータルで勝っていれば、次からエントリーしていけばいいだけです。逆にトータルで負けているなら、エントリーすべきじゃないというのがわかりますよね。こうやっていけば、迷いもなくなるので、まずはエントリーに迷ったら見送るようにしましょう。トレードシナリオもしっかり立てる。迷わずにトレードをしたいなら、トレードシナリオもしっかり立てましょう。先ほど、私のトレードを紹介しましたが、それと同じように、全体の流れを把握する。反転しそうな場所を把握する。どうなったらエントリーするか頭に入れておく。これを事前にやっておくだけでも、エントリーの迷いは大きく減ります。また、シナリオを立てるときは、一つだけでなく、二つか三つぐらい考えておくと、急な動きがあったとしても、焦らず対応することができます。もし、シナリオの立て方について詳しく知りたい場合は、この動画を見てみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。まとめ。FX をしていると、お金を早く稼ぎたい気持ちから、エントリー根拠が少ない状態で無理やりトレードすることが多いです。しかし、これをやってしまうと、トレードの精度が落ちて、逆にすぐにお金を失うことになります。さらに、損切りになった時も、悔しさが強くなって、リベンジトレード、ポジポジ病といったことも起きやすくなります。ですから、エントリーをする際は、まずは3つ以上の根拠を揃えてからエントリーをするようにしましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。